ユタボンくんが今相当ネット上で今叩かれていてですね、僕が思うこのユタボンバッシングについてちょっとお話をしていきたいと思ってます。ユタボンくんが今スタディ号で回ってることについては、寄付が400万円ぐらいですかを集めてクラウドファンディングでやってるということについては、お金出した人がとやかく言うことはいいんですけど、お金出してない人がとやかく言うのは筋違いだと思うんですね。ユタボン君はやっぱりアンチの人たちが騒いでるだけだと言ってるんですが、僕はその意見に賛成で、彼は公務員でもなければテレビに出てるわけでもない、公の人じゃないわけですよ。YouTuber っていうことは確かにあるんでしょうけど、で、彼のクラウドファンディングに参加している人って全国でたった140人くらいなんですよね。で、その140人の人が、人は文句言っていいと思うんです。お金を出してないのに文句言ってる人たちっていうのは、まさにこれハイエナなんでしょう。だからユタボンを取り上げると再生数が取れるから、ユタボンのことをね、とんでもない少年だとか、お父さんのことをね、とんでもないみたいなことを言ってるんですけど、そうユタボンを批判してるあなたたちの方がとんでもないでしょう。あなたたちそれ迷惑かかりました。ユタボンが中学校に行かないとか、彼がスタディ号で全国回っていて、仮に彼が計画通り、スタディしてなかったとして、迷惑かかってます？国民に迷惑かかってますっていうことをよく考えてみてくださいよ。僕もうおすすめ動画にやたらユタボンの批判の動画が出てくるので、何個か見てます。で、見たら、常識的に考えたらっていう言葉がよう出てくるんですよ、常識っていうのが。何言ってるんだろうな、この人たち、すんごい思うんですよ。ユタボン君は少年革命家って言ってるんですよね。常識なんかにとらわれるわけがないですよね。で、ユタボン君の活動を応援しようとした140人ぐらいの人が納得してたらそれで OK なんですよね。全然関係のない外野がとやかく言うことじゃないんですよ。で、特にクラウドファンディングをしたから、クラウドファンディングした以上はみんなに説明しなきゃいけないんだとか言ってる、ちょっと頭のおかしな人もいるんですよね。批判してる人の中で。いやいや、クラウドファンディングって別に誰でもできることで、お金を出した人は文句言えるのはわかりますよ。でもお金が出してない人が、なぜその報告義務とかがあるのかがちょっとよくわからないんです。ユタボン君に対しては、おそらく 99% の人が否定してるんでしょう。だから、ユタボン君が、を批判する YouTube を作ったら、再生回るんですよね。本当にユタボン君を思って批判してるんだったら、広告つけるなよ。ユタボン君を批判してる人たちはもう、金のためにやってるとしか思えないんですよね。彼のことを考えてやってるとは僕は全く思えないです。能力が高い人っていうのは、時には頭おかしい人に見えるんですよ。僕はお金今回出してないです。その140人ちょっとの方がユタボンにお金を出したんだったら、気に入らない人にお金返すって言ってるんですよ。これ素晴らしいことじゃないですか。参政党みたいに気に入らなくてもお金返さないって言ってるような政党とえらい違いでしょ。ユタボンは公務員でも公人でも何でもないんだから、お金を払った人もお金を返してもらえばそれで終わりなんですよ。彼は僕から見たら超天才なので、彼に意見する人は、ちょっとやめてほしいんですよね。っていうのは、ユタボンは相手がすごいなと思ったら話をちゃんと聞く子ですよ。そしてお父さんの言いなりなんか全然違います。お父さんも両方あってます。お父さんも素晴らしい方ですよ。彼のような天才をね、あまり邪魔しないように僕はしてほしいなと思います。お金出した人で文句ある人は、それは返金、ユタボンがするので、もしね、返金してユタボンがお金ないって言うんだったら僕そのお金埋めますよ。ユタボンに寄付をしたっていうか、クラウドファンディングでお金出した140人の中の人で、文句言ってる人っていないんじゃないんですかね、と思ってます。だから、お金出してない人はもう全く無関係の第三者なので、そういう人が、ユタボンの悪口を言ったりですね、ユタボンの写真を勝手に使ったりするとですね、YouTube でね、それこそ肖像権の侵害とか、場合によっちゃ侮辱罪とか、もちろん名誉毀損とか、名誉感情侵害っていうのもあるんですよ。これ民事ですけどね。だから、そこは批判する人も、ある程度は理解した上でユタボンを批判しないと、彼は公人ではないこと、
そして国からの助成金や補助金一切入ってないことです。D 号の運行はね。とすると、全くお金を出しない人が、彼のやってることにクレームをつけることは、ちょっとね、道徳的にも法律上もですね、僕は問題があると思ってますよ。彼の行動っていうのは、言動っていうのは、僕は 99% しか理解できないと思ってますが、僕は強く支持してます。応援してます。あまりにも彼は天才すぎるからですね。ユタボン君をもう子供としては見てないんですよ。だから、真面目に学校に行って、普通にサラリーマンするような人たちには理解できない世界がそこにあるので、あまり常識というもので、当たり前とか常識っていう言葉でユタボンを批判するんじゃなくて、批判するのであれば、具体的にこういうところがこういう法律に触れてるとか、こういうところはちょっと道徳性欠けてるよねっていうところで、明確に道徳上問題があるのか法律上問題があるのかをした上でね、批判をされたらいいと思います。僕は、ユタポンをよく知ってる人間として、これからもユタポンやユタポンのお父さんを応援していきますので、よろしくお願いいたします。以上です。NHK をぶっ壊。